こんにちは。今回は無色転生第2期第17話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。のるんちゃんともそうだけど、転生前の自分と向き合うのは良かったわ。めっちゃ話出た。和解できてよかったな。ではストーリー、アニメが漫画を追い越してしまったな。こんな地味な話に1話丸々ぶっ込んだ勇気は称賛に値するわ。めっちゃ泣けた。ターニングポイント1と2ってどんな場面だっけ？1転移、二流人。ありがとう。転移と死にかけた時か。ろくなもんじゃねえな。覚悟して来週を待つ。やっと次ターニングポイントか。長かったな。事故との対峙か。優秀な兄弟がいると辛いな。同性ならともかく異性でこじらすのは珍しいような。何もしてないのになんか解決した。本人の気持ちの整理がやっとできたんだろう。あっさり解決したな。結構簡単に解決した。女子寮侵入がバレてやばいことになったってオチかと思ったのに。兄貴がやべえやつだって知れ渡ったから腫れ物を扱うような感じになりそう。天才と変態は大体同じ。何回ターニングポイントあんだよ。ターニングポイントがまた来てしまう。やべえのが来る予感。またかよ。話が動きそうだな。学園消滅でもするの？何度ターンするんだよ。シートの強さはあっても賢くなく、性格もちょっとあれな脳筋だと思う。ルーデウスはそこまでチヒトでもないぞ。この世界、ルイジェルド以上がそこそこいるから、魔法強くても勝てない。影から出る演出。あ、もうターニングポイントか。いろいろすっ飛ばしたっぽいな。そろそろ冒険にまた出る感じか。ターニングポイントってまた何か起こるのか。ほぼコミック追いついたな。早い。ノルンの場合は解消できたけど、杉田の場合はいじめが原因で、その原因は解消されないから無理やったやろうな。学校がいじめでマスコミに叩かれてとんでもない炎上するくらいにならんとな。あれは学校の外に向かって貼り付けにしてたから隠蔽不可能だよな。相当報道されてると思うよ。なんか思ったよりすぐに解決したな。ガルクラクラゲササコイみたいに引っ張るもんかと。誤解と不理解でしかなかったからな。妹も実は転生して生まれてたってオチなら、実は兄弟生まれ変わってた。来週はもう一人の妹の話でもやるのかね。同居したんだしスルーはもったいない。この妹編って全カットして次の話に行ったら問題あるの？これはむしろこの話の根幹に関わるエピソードよ。完結までやるならそれなりに問題はある。ここの妹との和解が過去との自分とのわだかまりだから気のやで。ここで声が前世の男なのが最高に良い。この回のために前世の男とルディを声優分けたんじゃないか。ってくらい、すごいな無色転生。ある意味今回が魂の最終回まである。引きこもりの立ち直りドラマとしては大正解では。結局立ち直るのは自分次第ってのはリアルに思う。きっかけ次第だな。あと健康。こいつらほんと好き。悪い顔してるな。ちゃんと好みを選んでるようで何より。ノルンは物心ついてから同年代の友達がいなくて基本一人だったので、対人関係の色々が全く成長してないのも原因。異世界ものとしては珍しいと思うけど、ちゃんと逃げずに挫折を描くのは評価したいな。今回の話良かったわ。引きこもり主人公を扱う上で必須の回やった。相手が前世と同じ立場になって前世に向き合う話はええね。ノルン会アニメもかなり出来良かったわ。私も兄を許さないといけないのだのセリフは欲しかったけど。よくわからんけどノルンが自分の中で折り合いつけたってのがルディ視点だが、そうなったのはルディの行動の積み重ねがあってこそってのは良かった。いい話だった。昔のルーデウスなら妹ブリッジしそうなのに、随分成長してしまったな。また大きく物語と舞台が動くのか、また誰か死ぬのか、七星あたりになんか起きるのか。ターニングポイントっていつもろくなことにならないよな。今回もひどい目に遭いそう。
おい待てなんだ来週の嫌なタイトル。今までのこのサブタイトル回、全部ひどい目に遭う展開すぎて、来週超怖いんだが。部屋に引きこもったノルン。前世で同じ経験をして辛さがわかるからこそ、兄として助けたいルーデウスの思い。妹を思い起こる兄の顔はまさに鬼の形相。ルーデウスと比較されてきたノルン。ノルンを外に出そうとするルーデウスの頭をよぎるかつての自分。兄と妹が向き合うとき、泣ける。ルーデウスが謝るだけなのがいいね。予想してた元引きこもりのルーデウスが自分の経験を話すとかじゃなくてよかった。ノルンからすれば今世のルーデウスはめちゃくちゃすごいやつだから。ルーデウスの言葉は前世知らない限り何も響かないからな。謝るだけやったから説教臭くないし、説教臭くなると引きこもりって反発するからな。いやよかった。これから明るいノルンが見られるようになるのは嬉しいですね。そしてこのエンディングやっぱり最高ですな。気持ちを包んでくれるというかなんというか安心感がある。引きこもった原因がルーデウスだし、ルーデウスが敵ではないってことがわかれば引きこもることなんてないからな。ルーデウスからしたらなんで引きこもなくなったのだろうと疑問に思うかもだが、もはや生きがいになってる無職転生。今回もめちゃくちゃ面白い神回。原作で楽しみにしてたシーンがアニメで見れて感無量です。何よりも今回の話は演出が良すぎる。ほんと細部まで作り込まれててアニメーターさんには感謝しかない。そして次回も楽しみすぎる。今回いい話すぎる。終わりも完璧。ごめんなさい。ありがとう。ここで冷戦は決壊したね。あとパウロがルディのことを分かってくれてノルンを説得してるのにも涙が。そしてノルンがルディのこと分かって心を許すところも泣けた。このアニメ作品最高だよほんと。心理描写が完璧すぎる。ルディとノルンは兄弟と言っても、ノルンが物心つく前にルディはエリスのところに行ってたし、そのまま行方不明になっちゃったから、お互いのこと知らないわからないのも当然なんだよな。まずはお互い自分の人生を話すことから始めるべきなのかも。引きこもったノルンを救おうと奔走するルディが、ここで初めて自分が引きこもった時の兄貴の気持ちを知るというのが良かったし、ルディを嫌い向き合ってこなかったノルンが、初めて正面からルディと向き合う姿にグッときました。今回のサブタイが、2つの意味を持つ良きエピソードでした。無職転生って明確な悪がいないから良い作品なんだよね。それが顕著に思えたとても良い回でした。ルーデウスが大きくも小さいにしても目の前の課題に心から悩む。それが本当に良い。一気に比べて作画は落ちてる気がするけど、話が噛みすぎてる。俺の中では一生ものの作品です。無職最高。異世界転生ものは血縁の粘っこさみたいなものから解放される話になることが多いと思うんだけど、リゼロですらそう。この作品はあえてそこに立ち返っていく。特に今回は丸々1話でルディとのルンの関係性を突き詰めたのが良かったですね。元引きこもりだからこそ引きこもった者の気持ちわかるというのが本当に素晴らしかったし、ノルンとの対話であると同時に過去の自分との対話である。どこまで行っても転生者であるこの作品、本当にすごいよ。ノルンの心情を表すとき、前世の引きこもりを思い起こさせる雨を用いるもよかった。泣きの演技うまいな。演技っぽさが全然ない。長いセリフに感情を込めるような演技できる役者さんとかもすごいけど、シリアスな空気感で自然でリアリティ高い芝居できるのもレベル高いと思う。こういうのを引き出す音響監督も尊敬する。転生前の自分にとっての兄、転生後の兄としての自分の対比めちゃくちゃあったのが、転生という部分に何よりも向き合ってていいんだよな。ノルンも兄への認識と自分の気持ちに折り合いをつけたのが、モノローグを通して伝わってきて、本当にいい話だった。因果は応報する。そしてその立場になってみないとわからないことは大いにあるよな。前世ではてめえのことでいっぱいいっぱいだったのに、今世は妹に寄り添って、さらに前世の兄へ感謝の気持ちまで持てるようになったルディに感動した。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、
考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。